お気をつけてお降りください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますって変なイントネーションだな。大阪の人かな。ありがとうございます。はい、今週も始まりました。ここだけの話、田中です。小倉です。じゃあ早速小倉先生、今週のタイトルお願いします。東京怖い。小倉先生、この絵はどこ？バスの中かな。そうだね。バス降りるときにお金を払ってありがとうございますって言ってんだけど、なんかイントネーションが変とか女の人が言ってましたね。小倉先生、どんなイントネーションだった？もう一回言える？ありがとうございます。まあちょっとイントネーションは違う感じがしますね。でもこれがどうして東京怖いって言ってるのか、そこが気になるけど、じゃあ今日の会話聞いてみましょうか。始めましょう。質問。小倉先生はその人が関西の人かどうかは何でわかると言っていますか？小倉先生ってさ、関西出身じゃん。でも東京にも住んだことあるでしょ。1年近や、く。やっぱ違うなって思った？いや、思うよ。あ、そうなんだ。思うよ。例えば？まあ、1年近くしか住んでなかったけど、でもやっぱり、人が冷たいなとは思う。ああ、そうなんだ。例えば普通にデスマススタイルで話されると、ブラブラですねってなんか、懐に入ってこようとしないというか、親しくなろうとしてこないっていう感じはする。もうあっさりしてる。淡白な感じがするね。へ一え。方、関西の人は語尾が、そうですねの代わりに、せやねとか、せやろとか、それだけでもうなんか、ちょっと、友達じゃないけど、もう前から知り合いやったんかなみたいな気分になる。ああ、なるほどね。一方で、じゃあ、故郷に帰った時に、故郷の言葉で話しかけられたら故郷に帰ってきたな、落ち着くなって感じで、自分も故郷の方言使って話しちゃうでしょ。ああ、まあそれはあるね。友達とかね。語尾変わるでしょ。変わるし、逆に自分が東京の話し方してたら、すげえ、なんかね、自分が浮いてるなって自分で思う。例えば、ともみちゃん今病院で働いてるんだって。で、東京のに住んでた自分はさ、うんうんあ、そうなんだって言うけど、うん。うん僕の地元の話し方だと、あ、そうなんじゃってね、じゃあになるよね。うん。じゃあね、はいはい。で、そこで自分があえて、あ、そうなんだって言ったら、絶対地元の友達は、東京の人みたいな話し方すんなよって多分ね、突っ込んでくると思うんうんうんう。別に嫌な感じで言うんじゃなくて、東京染まってるねみたいな。もう話し方ですぐわかるよね。そうね。小倉先生はさ、東京に住んでて、話し方変わらなかった？でも気づかれる、イントネーションがで。あそう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 。なんかさ、気づかれるだけならいいけど、たまに直される時あるよね。あ働いてる時とあ、か。はいはいはい。いや、実はあったね。なんかもっと関西弁じゃないようなイントネーションで話せって言われたことはあるけどね。それはお客さんと話す時にってこと？いや、上司と話すときに。上司と話す時なんか自分のね、うん。方言出てもね、そう。だからね、いいじゃん。地方差別される。地方差別はあるよね。その無意識な、相手も別に多分悪気ないんだよね。ここではこう言った方がいいよとかいう意味で言われるんだけど、でもなんか、地方の人間としては、何がダメなんですかって思うよね。そう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 。僕なんか、アルバイトしてて、お金の数え方、僕の地元だと、1000円、2000円、3000円、4000円って言うんだよ。
うん。でも、それを一回注意されて、イントネーション？イントネーション、2000円、3000円じゃなくて、2000円、3000円、4000円ってお客さんには話してくださいってうん。バイトの先輩に言われたことあって、うん。その地方出身ってのをなんで隠さなきゃいけないんだろうってのは思った。うん。まあ、東京の人からしたら、地方丸出しの方言でダサいっていうふうに思ってるんだろうね。だろうね。まあ、そういう人もいる。そういう東京の人もいる。まあみんながそうじゃないんだけそうど、そうそう。うん。でもちょっとその東京に住むと、特にイントネーションとか話し方、うん。なんか、あ、自分違うんだなって感じるよね。うん。それはもう本当言って、自分のアイデンティティに気づいた。あえてね、そのイントネーションでね、ありがとうございます、みたいな感じでね。バス降りるときとかね、バスの運転手にありがとうございます、みたいな感じで言ってたけどね。うん。東京のイントネーションだと、ありがとうございます。だよね。うん。そう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 。ありがとうございます。他のバスの乗客に若干聞こえるようにね、言ったことある。な、謎の意地。謎の意地。うん。じゃあさ、逆にさ、よく聞くけど、うん。この人関西弁話してるけど、うん。本当は関西じゃないんだなっていうのもわかるの？わかるね。すぐわかるんだ。うん。まあまあわかる。それは何でわかるの？やっぱイントネーション？うん。その語尾を真似てたり、言葉も真似てても、つまり関西の言葉、関西の語尾を、まあ真似るっていうのはちょっと失礼か。使ってても、うん。イントネーションがね、やっぱね、違う。じゃあさ、今から僕関西弁ちょっと真似してみるわ。うん。関西弁の人は、ほんまやなとか、ほんまに言うの？うん。そう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 。どう今の？うん。もう全然違う？いや、まあ、うん、ドラマで頑張って関西弁を話している俳優たちを思い出す。ああー、やっぱ違和感あるんだ。もうあるよ、もう。うへえ。ん。でもまあ、一方でかなりね、自然な感じで話せてる人もいるよね。でも、へえ。ほぼ、やっぱ難しいよね。でもドラマでそれわかるって面白いな。わかるわかる。でもまあ、そうね。変だと思いながらもまあ、最後まで見るけどね。例えば、北野武のアウトレイジとかね。ああ、あれって何？関西が舞台なの？関西弁のヤクザが出てくる。へえ、でも変なんだ。うん、変。まあ、頑張って話してるけどうーね。ん。うん。そういうのあるよね。うん。あとさ、この大阪弁実際全然聞かないよっていうのある？例えばさ、僕が思うのは、大きにとか。ああ、そうね。大きにはまあ、ありがとうの意味なんだけど、実際使うのかなとか思って。いや、使ってんのはもうおじいちゃんとかおじさんとかだと思ああ、上の世代なんだ。じゃああれはどうなん？知らんけどって最後に知らんけどっていうちょっと説明すると教えてあげてるのにでもその後ですぐまあ知らないですけどねみたいう。な。そう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 。うん、それは多分、かなりの人が使うと思ああそうなんだ。う。うん。まあ、知らんけど。はい、皆さん、今日の会話はどうでしたか？イントネーションの違いが分かりましたか？うんそうですね。日本人ならね聞いてすぐにわかるんですけど、みんなはどうだったでしょうか？じゃあ答え合わせです。小倉先生質問は何でしたか？小倉先生は、その人が関西の人かどうかは、なんで分かると言っていますか？じゃあ答えお願いします。その人のイントネーションで分かると言っています。今週の表現です。小倉先生何ですか？ダサい。この言葉ダサいは僕たち日本人はよく使います。ダサいの意味は何かを見たり聞いたりして古い感じがするなぁ、かっこ悪いなぁと思う時に使います。うん。
カジュアルな言い方だから、フォーマルなシチュエーションでは使わない方がいいです。言い方によってはかなりきつい、ネガティブに聞こえることもあるので、使うときは気をつけてください。会話の中では僕のお金の数え方のイントネーションを注意された話を小倉先生にしたら、小倉先生がこう言いました。東京の人からしたら、地方丸出しの方言ってダサいっていう風に思ってるんだろうね。で、これでね、地方差別とかね、そういう話もしてましたけど、まあ東京の人もね、ほとんどの人は地方からね、東京に来た人だからね。そう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 。じゃあ次の例を見てください。見て、この T シャツ。大阪で買ってん。可愛くない？たこ焼きの T シャツ？なんかちょっとダサい感じするけど、大阪っぽいよね。小倉先生、たこ焼きの T シャツ買いたい？いや、買いたくないね。着たくないね。かっこよくないから。やっぱりダサいから。正直、ダサい。うん。たこ焼きは好きだけど、たこ焼きの T シャツは着たくない。じゃあ次の例です。昨日好きな子を食事に誘ったんだけど、会計の時、財布持ってきてないことに気づいて、その子に払ってもらったんだよね。ダッサー。彼女怒ってなかった？まあこういうなんか格好つけようと思ってしたことが失敗に終わるとなんかダサいなってよく言うよね。じゃあ最後の例です。昨日中学の時の自分の写真見てたんだけどさ、髪型がダサすぎて一人で受けてた。あ、わかるわ。なんであんなダサい髪型してたのかなって思うよね。そうそうそう。ちなみに小倉先生はさ、中学生の時どんな髪型してた？やっぱダサいなって思う？まあ短いね、よくわからない髪型してたよね。変な。よくわからない。まあわかる。僕もね、同じ。今回イントネーションの話だったけど、みんなも自分の国の言語、イントネーションとか言葉遣いを注意されたことがありますか？もしあったらコメントで教えてください。じゃあそろそろ今日も終わりましょうか、小倉先生。ありがとうございます。はい、じゃあまた来週。また来週。